これを持ってて世界に行かないなんて魚の持ち腐れ的なやつですよね。海外に行かないってもう人生すごい損してるんで、もう魔法のカードみたいなものなんですよ。もうとにかくこの動画見終わったらパスポートだけは取りに行くみたいな、恵まれすぎてる。メラナメかよへー、皆さんこんにちは。インドブロガーのかよりーなです。最近はちょっとヒンディー語で最初に私の名前はかよりーなですって言うようにしました。はい。今日のテーマはですね、日本人の若者よ海外に行こうみたいな感じの動画で、パスポートの所有率から見る、日本の若者の海外に行かなさっていう、このテーマについてちょっと私の方から喝を入れる動画にしたいなと思ってますね。今ね、ちょっとコロナの状況で、あんまり海外旅行とか、海外出張も行けない人多いと思うんですけれども、私はもう海外20カ国ぐらいは、仕事でも旅行でも行ってるんですけれども、ぜひね、特に若い人、海外に行かないってもう人生すごい損してるんで、もう、とにかくこの動画見終わったらパスポートだけは取りに行くみたいな、なんかそんな感じで、海外に行くことの重要さっていうのを熱く語る動画にしたいなと思っています。はい。皆さんパスポートって知ってます？パスポートっていうのはね、これですね。これ。パスポート。これ。なんか、見えるかな？これパスポートって言うんですけど、これを持ってると海外に行けるっていう、そういうための、なんつうのかな。パスポートなんですけれども、要は海外に行く場合、このパスポートがないと海外に行けないわけなんですよ。これって別に全員が取らなきゃいけないわけじゃないので、欲しい人だけが持っているものなんですよね。で、果たして日本の人っていうのは何%パスポートを持ってるかっていうところです。ちなみに私の家族は誰一人として持っていません。実はですね、日本のパスポートの所有率っていうのは、外務省のデータによると、平成27年時点かな。そんなに大きく変わってないと思うんですけど、全国で言うとですね、24% なんですって。つまり4人に1人しかこのパスポートを持ってないわけなんですよ。24% って言っても年代別とか地域別で全然違いますよ。東京で言っても 37%。3人に1人しか、これだけインターナショナルな街だとしても3人に1人しかパスポート持ってないと。ちなみに青森県在住の人は 8% しかないらしいので、ぜひパスポート取りに行ってくださいね。次に世代別ですね。世代別のデータで言うと、これ平成27年のなんですけれども、19歳以下が 32% ですね。20代になってくると 53%。なので20代の人は2人に1人パスポートを持ってると。とは言っても2人に1人か。なんで、2人に1人は日本から出たことがないってことですね、20代の方でも。その後30代で 36%、40代 21% と、どんどん下がっていきます。80歳以上になると 1% ということで、やっぱりその若い人の方が海外に行きやすくなってるってことですよね。皆さんこれを聞いてどう思いますかね？もう私はですね、私のパスポート初めて取ったのは20歳のタイに行った一人旅で取ったんですけれども、もう結論から先に言うと、パスポート取ってまず海外行ってみてください。特に若い人。今日の動画以上です。以上です。ちょっと今コロナなんで行けないんだけどね。もうまずね、これもう絶対取ってください。若い人特に。じゃあなんで海外に行った方がいいかっていう話をちょっとしますかね。まずは知ってる人は知ってる話なんですけど、知らない人のために言うと、この日本のパスポートっていうのはめちゃくちゃ最強なんですよ。これ最強どれぐらいかっていうと、確か190ぐらいかなはもうこのパスポートだけで行けるわけなんですよね。で、本来外交の関係性が悪かったりとか、その国の信用がなければ、このパスポートがあったとしても入国ができない国っていうのがあるわけなんですよ。例えばそこから入るときにはさらにビザを発行しなきゃいけないとか、様々な手続きが求められる国っていうのがあるわけなんですよ。特に途上国っていうのは正直言うと、その国そのものの信頼力っていうのがまだまだちょっと低いので、あなたが何者かっていう証明をしっかりしないとそもそも入国出国ができないっていう、結構そういうね複雑な手続きってあるわけなんですよ。国をまたぐって結構大変なことなので、なんだけどこの日本人っていうのは国際的にも信頼されていて、日本人だったらそんな変な人じゃないし、ある程度信用力があるわけなんですよね。別に他の国もあるんだよ。だけれども特に日本っていうのは、これまでの歴史とかありがたいことにやはり信頼されてきたわけなんですよ。なのでこのパスポート1冊あるだけでいろいろな国に行けるわけなんですよね。もう特権ですよ。皆さん調べてください。確かね、日本のパスポートはシンガポールか日本かぐらい世界ですごい、要はもう魔法のカードみたいなものなんですよ。これを持ってて世界に行かないなんて、もうなんつう魚の持ち腐れ的なやつですよね。もう恵まれすぎてるっていうところですよね。もう生まれた時点で私たちはいわゆる勝ち組ってわけじゃないけど、世界的にいても優遇されてるわけですよね。前ね、インドの友達と一緒にベトナムに行った時があったんですけど、インドの友達、私の友達が一緒にベトナムに入国したのに、彼女
女だけ呼び出されて、なんかあなたはビザを発行しなきゃいけないから手続きしてくださいって1時間手続きやったみたいなこともあったわけですよ。私はなかったんですよね。みたいなことが起こるわけなんですよね。みんな海外に行くチャンスを持ってるわけなんですよ。それを使わない理由はないですよね。あとは日本っていうのはね、島国なんで、やはり海外の情報っていうのが入りにくい国なんですよ。で、独自の文化形成っていうのがね、もうすごいされてるわけなんですよね。空気を読む文化とか、日本独特のいい文化も悪い文化も含めて、やはりこうちょっと不思議な国なわけなんですよ。海外に行くと分かるわけなんですよね。いろんな国と比較してみて、自分の国ってどういう風になってるのかっていうのが分かるわけなんですよね。例えば途上国とかアジアとか近いに行ってみてください。もう熱気が全然違う。もう電車見てください。電車見たらもう若者しかいないし、みんなべちゃくちゃ喋ってるし、どこかで結果起こってたりするし、なんか例えばこう壁にはすごい落書きがあったりとか、なんか交通ルール守られてなかったりとか、なんかジャンクフードばっかり食べてたりとか、いろいろね、いいとこ悪いところ違いがあるんですけども、とにかくどこか違う国を見ることで日本の国の客観的なものっていうのが見えるようになってくるんですよ。でも自分たちが日本にいる限り、自分たちはそれが普通だから他のものと比較できないから分かんないですよね。なので一回行ってみるっていうのが大事なんですよね。これから日本の経済っていうのは、特に若い人、私たちの国っていうのは、正直言うとちょっとずつやっぱりこう衰退していくわけじゃないですか。少子高齢化絶頂期なわけですよね。国の平均年齢も46歳で、どんどん若い国が追い上げてきてるわけだし、私たちの国っていうのは正直言うと穏やかに滅びゆくわけなんですよ。とは言いながら、この日本っていう国はまだ全然生き生きしてる国ですよね。要は他の国がどうやって成長してきて、どういう風な人たちがいて、どういう風な感じで、未来が作られていくかっていうのをいろんな国の人と話して、やっぱりこれを想像するとか予想するっていうのはすごく大事なことなわけなんですよ。なんでかっていうと、これだけ変化してる時代なのでね。でもやっぱり日本にいるだけだとそれは気づかないわけなんですよ。日本は安定してますし、なんだかんだ言ってすごくいい国じゃないですか。で、治安だっていいしね、ご飯も美味しいし、水もきれいだし、人だって穏やかですよね。なんだけれどもちょっとずつ変わってってるわけなんですよ。で、それをいろいろな国の人と話したりとか、国を見ることでその文化の違いとか発展の違いとかいろんなことに気づくわけなんですよ。なのでいろいろいいことがあるわけなんですよ。日本の人っていうのはまずすごい最強のパスポートを持っていて、行く権利が与えられてるっていうことと、比較的割とまだ裕福な国ですよね。お金だって多分バイトとかしたらある程度貯められると思いますよ。今の時代なんて LCC とか使えば簡単に海外行けるわけじゃないですか。なので、このパスポートのね所有率を見て、20代はまだ 50% だけれども、だとしても私はもう 80%、90% と言ってほしいと思っているんです。日本だけを見て終わるわけじゃなくて、別に最後日本に戻ってきてもいいし、別に海外に移住しろとかそういうことを言ってるわけじゃないけれども、いろいろな世界を見た上で自分の国を知るというのはもうめちゃくちゃ大事なことですよね。今はコロナで何も動いてないかもしれない。でもだからこそこういう準備期間なので、ちょっとこう次のね一手を考えるじゃないけれども、ちょっと準備をしてみたりとか、そういう期間に当ててみてもらいたいなと。で、今日はこのパスポートの所有率がすごい低いっていうデータがあったので、この動画を通じてぜひですねこれを取得してください。で、5年じゃなくて10年パスポート取ってください。絶対1回海外に行ったらまた行きたいと思うはずなので、ぜひねこのねパスポートにいろいろな国の記録を載せてって皆さんのお話もシェアしてもらえると、私はねインドの話を中心にシェアしていますが、私もねまたこうコロナが解禁されたいろんな国に行って現地からの情報も皆さんとシェアしていきたいと思っています。ということで今日はパスポートの所有率から若者を海外に行こうっていう動画を撮りました。はい、家の中ですけど、はい。で、この動画がいいなと思った方はぜひ、グッドボタンとコメント、チャンネル登録をお願いします。